はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日はですね、シリーズでお送りしています、朝鮮王朝の王様についての今日はですね、5代目6代目の王様についてお話をしていきたいと思います。こちらのホワイトボードをですね、利用しながら解説をしていきたいと思うんですけども、今日はですね、ムンジョンとタンジョンというですね、前回はセジョンについてお話をしましたけども、その以降ですね、お話になると思います。このチャンネルではですね、こういった韓国の歴史や文化についての解説、それから韓国での観光地や日常の生活についてもですね、お送りをしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、前回ですね、このセジョンについてお話をしましたけども、何よりもこのセジョンというのはですね、もう日本でもかなり有名になっていると思いますし、観光地に行けばですね、特にソウルのですね、カンファムンというところにですね、大きな銅像が見えるほどですね、韓国ではセジョンというのはですね、特に大王というぐらいにですね、尊敬されている王様であってですね、有名だと思います。特にその、ハングルの、作ったというその創設者という意味でもですね、とても有名だと思います。しかしながらその以降ですね、セジョンの子供からそしてその以降については、なかなか知られていない内容があると思うんですけども、やはり何ていうんですか、その王様がたとえその素晴らしい業績を残したとしてもですね、それ以降の後継者っていうんですかね、そういったものもやはりなかなか難しいのかなというふうに思ったりします。で、セジョンにはですね、18人の息子がいたというんですね、とてもたくさんのですね、王様のその息子がいたということはまだまだ知られてないことだと思うんですけども、その中でもですね、このヒャンという人物がですね、一番のこの、長男としてですね、この韓国では王政子というんですけども、ワンセジャというですね、皇太子に当たるとは思うんですけども、そういった形で、セジョンをですね、助けながら、特にセジョンはですね、体が弱かったりとか、特にその晩年はですね、視力がなかなかその目のですね、病気っていうんですかね、その本が好きだったがゆえにですね、そういう意味でその視力が衰えていったがゆえに、このヒャンですね、お子さんがですね、助けていったということもあったと思います。で、このヒャンというこの人物もですね、息子さんも学問がお父さんに似てですね、学問がとても好きな、そういった方であったんですね。それと同時に、セジョンもですね、体が弱かったこともあるんですけども、ヒャンもですね、実は体が弱かったということもあって、お父さんのそういったものをかなり引き継いでいったというふうなことがあると思いますね。このヒャンがですね、このセジョンが亡くなってからですね、王様として、大いについていくわけですね。その名前がですね、ムンジョンというですね、名前になります。で、文とそうですね、実はこの王様の在位がですね、1450年から52年というですね、2年余りというその短い期間でしか在位しなかったと、その後亡くなっているんですけども、そういう意味ではとてもそのセジョンにおいてもそうですし、ムンジョンですね、体が弱かったということもあってですね、なかなかその王位を長く保つことができなかったということになると思います。そして、この王妃ですね、王妃においてはですね、1番目の王妃がですね、フィビン・キム氏、そして2番目の王妃がですね、スンビン・コン氏というですね、2人ともですね、なかなかその王妃としての資格を全うできなかったということもあってですね、ここにはいと書いていますけども、その王妃としての位置を奪われていくというような形になります。そして3番目のですね、このヒョンドク・ワンフヒョンドクはこれ3番目ですね、ワンフという君子がですね、実際にその王妃となっていくんですけども、ムンジョンとですね、かなり仲が良かったということもあって、このヒョンドク・ワンフがですね、この王妃から生まれた子供がですね、後々の6代目のですね、王様となるそのタンジョンですね、もともとは本意という名前なんですけども、そういった形で
王位が引き継がれていくわけですね。そのこのヒョンドクワンフもですね24歳で亡くなってしまうんですね。ですからこの本位がですね、幼い時からですね、母親がいなかったというような状況の中で、過ごさざるを得なかったというんですね。王様の今までのその朝鮮王朝の中でもですね、その王妃がいなかったそういう王様として文正ですね、挙げられるんですけども、それだけですね、この王妃がいなかったと。そして本妃ですね、誕生においてもですね、母親がいない中ですね、育っていくということですね。その後ですね、文正が体が悪かったがゆえにですね、誕生が王様になるということがほとんどですね、決まっていたんですけども、しかしながらここにおいてですね、世宗の次男ですね、次男はこのスヤンという名前なんですけども、この人がですねとても野心家であったというんですね。ですからこの次男であったとしてもですね、このヒャンにこの王位が奪われてしまったというようなところもあってですね、後々自分が王位をなんとかですね継承して奪っていこうというような野心を持っていたわけですね。で、文正が、この亡くなることによってですね、自分が王位を継承しようと思ったんですけども、やはりその子供がいますから、誕生がここにおいて、12歳においてですね、王位として誕生していくわけです。で、文正がですね、その後誕生が12歳という若さですから、自分が亡くなった後にもですね、補佐ができるそういった側近をですね、作っていくわけですね。それが両義姓とですね、左義姓、右義姓というんですかね、ヤンイジョン、チャウイジョン、ウイジョンというですね、韓国語でそのように読みますけども、こういった側近をですね、この誕生につけてですね、そして王位を守っていくというようなことをしていくわけです。その後なんですけども、実はこのスヤンがですね、この誕生にですね、迫ってですね、王位をなんとか自分にですね、この王位をですね、受け入れるようにですね、なんとかですね、言っていくんですけども、そういう中において、その後ですね、こういった側近をですね、なんとか自分のその都合のいいようにですね、なくしていくというような策略を持ってですね、陰謀の嫌疑をかけてですね、そしてこの側近やそういった誕生を守っている人たちを殺していくわけですね。そして最後にですね、この誕生においてもですね、このスヤンが王位を奪っていくというような流れになっていくんですけども、ここにおいて漢文道にですね、流刑していくんですね。刑罰を与えて、そしてその当時のですね、朝鮮のその刑罰というのは多いのがですね、このドラマにもあると思うんですけども、この左薬というですね、この薬を与えて、そして死なせていくというような刑罰がたくさんあったというんですね。それをこのスヤンが誕生にですね、その流刑地に送りながら、そして、薬を飲ませてですね、そして死なせていくというような行為に出ていくわけですね。ある本によるとですね、この誕生が高いところからですね飛び降りて死なせたというような話もあるんですけども、いずれにせよですね、こういったスヤンが誕生を殺させていくというようなことにおいてですね、後々スヤンが世宗ですね、こちらは世宗ですけど、世宗というですね名前ですけども、なって、第この7代のお子様として王位につくと、王位を奪っていくような形になっていくわけですね。こういった形で第5代と6代というですね、短いこういった王位のその期間、それからそういった悲劇の中においてですね、朝鮮王朝がこういった形で流れていくというような形ですね。世宗においてもですね、自分の息子がですね、早死にしたりとかですね、いろんなことがあってですね、こういった背景があるがゆえにですね、世宗がいろんなことにおいて晩年ですね、苦しめられていくというようなことも言われています。これはその家計においてですね、いろんな問題があるがゆえにその
後世において、そういった問題が起こるかどうかというのは分かりませんけども、こういったこともあったということですね。今日はですね、文正誕生について、朝鮮王朝の王様についてお話をいたしました。ご視聴ありがとうございました。